お探しの者はこちらかな、桐山玲君。ついに公の場で対局をする日が来た。こいつが我が家にも届いていたから君の家にも届いていることだろうと思ってな。こうしてやって感觉很尊敬他的对手吧，很看好他。手がきでも我が手で直接渡したいと思ってな。で、ポスト開けたんですか、人んちの勝手に。二階堂さん。又是二阶堂。確かに貴様より予断入りは2年ばかり遅れたが、これからが真のスタートだ。真の戦いが始まるんだ。しかも封筒開けてるし犯罪っすよ。思えば10年前の全日本子供将棋選手権で貴様と初めて一直在想着他呢。終生のライバルと決め、今日まで日進月歩で努力を重ねてきた。月の明かりで研究をし、蛍の光で本を読み、自分を大器晩成型の人間であると励ましながらだ。がしかし、いや、じゃあ俺も天才。做得好，一直真的很 creepy 啊。不是，这真的有点恐怖了。啊！普通そういうもんだろ。ライバルとか努力とかそういういろんなあれを乗り越えて、最後にお互いバチンとハイタッチで親友感情みたいな、読めよ流れを。少年漫画の定石ですよ。そういう正統派少年漫画のメインキャラは人の手紙勝手に笑顔で出てこないでしょ。っていうか花岡さんはいつものあの人はどうしたんですか。ジーヤか。ジーヤは今グリーン休暇だ。いつもお坊ちゃまがお世話になっております。原来还是少爷呢。勤続45年の感謝を込め、80日間世界一周の船の旅をプレゼントした。ババーンとね。春信様、この花岡が戻るまでどうかお体にはくれぐれもお気をつけて。80日間もってことはその間この珍獣が难怪呢，可能少爷就是比较这样随心所欲吧。なあ、今度の対局だけどさ、お前後手だったら一手損角代わりで来る？それとも中座流？我对棋类完全不懂，我什么棋都不会。哦，五子棋。本当かどうかその辺の判断はどうすんの？まあまあ、そう警戒せずとも。どうせ始まっちゃえばすぐ分かることなんだしさ。だったら当日目かっぴらいて自分で確かめればいいのでは？そこはそれ。ほら、心の準備ってのがあるじゃんか。なんで僕があんたの心の準備手伝わなきゃなんないんすか。意味わかんないんすけど。我感觉林他只想一个人静静，这哥们儿强行闯进了他的生活。真的感觉这位少爷的出现，就完全跟李莹他的生活形成了强烈的一种反差对比吧。他这种非常强烈的外向和他的这个热情似火，真的就是像给林的生活带来了一定的幽默感吧。而且我还挺好奇的，就是他作为一个大少爷，为什么会选择下棋这条路呢？而且感觉下棋好像也跟他的性格不太相符，或者说可能会看到他一些反差的一面吧。
宁静被打断。どうか見事勝ち抜きテレビにバッチリ映りますように。今回の対戦相手の桐山を見事自分の将棋で下せますように。あいつのアメーバみたいなベタ読みを俺の燃える男玉で焼き尽くせますように。不是这么浮躁的人真的能下棋吗？好恐怖啊！不要过来啊！逃げた？今逃げた？天哪，我狠狠共情灵了，救命！彼の名前松本一茶 C 級2組26歳5段攻撃的な棋風というか不仅是棋风带有进攻性，ツッコミを見せてくる。猪突猛进。見えない。何？怖い。啊！ちょっとやめてよいっちゃん。びっくりすっからさ。いやすまんスミス。つい気持ちが高ぶってしまってな。お前さんはいつもストレートで。でもやめておくれよ。びっくりして頭の中の駒散らばっちゃうからさ。この人はスミス先輩 B 級2組6段大きな生物同士2人は気が合うらしい。どうよ桐山キュン。救命啊！真是太诡异了。あれ？そこに？取ると馬が引かれて。怎么突然是这？我根本看不懂，救命！他心理素质还需要有待提高啊，这种就很考验的耐力吧。胸有成竹。田舎のじいちゃんに見てほしかったんだよ。哦，上电视吗？哦，别这样。どこでも映るもんな。小さかった頃の一茶に初めて将棋を教えてくれたのがじいちゃんだったんだよ。哦，灵已经跟教他下棋的家庭分道扬镳了。秒速5厘米。好容易从刚才阴郁的心情中调节过来，有时候也很羡慕这种人呢。なんだか家にいる時と全然違う人
确实，但是真的很漂亮。もしかして本当に違う人だったりして。はい、桐山くんはオレンジジュースね。はい。この間はお菓子包むの手伝ってくれてありがとね。哦，心动了。同じ人でした。女の人ってすごいな。よーし、元気出てきた。今日は飲むぞ。桐山くん、覚悟しとけよ。お財布の方のイヤッホーイ。いいわね、桐山くん。今日はこんなに楽しい先輩たちと一緒で。無理に飲ませたりしないし、明るくていいお酒だわ。もちろんです。僕はそんなことしません。無理に飲ませたりとか。でも、好可爱啊！先輩もいるもの。桐山くんが潰れるまで無理やり飲ませて、そのまま店の前に置き去りにするような。啊，谁这么恶劣？大丈夫？一緒の人たちは？あなた置いていかれちゃったの？はい、お水飲んで。お家どこ？这感觉就是被打了一样啊！あ、近所だわ。私三月町なのよ。哦，这就是他们怎么认识的？我就说他为什么跟他们三姐妹感觉很亲。歩ける？お、ちょっと何？あなたガリガリじゃない。いやね、私より軽いんじゃないの？翌朝、目を覚ますと僕はあの居間にいた。お姉ちゃん起きたよ。起きた。ここは。起きたね。お味噌汁飲むかい？初めてなのになぜか懐かしいあの古い家に。これが僕とあかりさんの、そしてひなちゃんとももちゃん、三姉妹との出会い。哦，付き合うならこういう先輩が一番よ。付き合う？優しくて頼もしいもの。はい、もちろんです。桐山くん、なんだって僕に頼りたまえ。後輩をいじめたり、甘伝えたかったりなんて。しませんしません。絶対にありえません。さあ、じゃんじゃん飲みたまえ、桐山くん。僕のおごりだ。よーし、よく言った。それでこそ一茶だ。てやれ、なんで俺がおごることに。一茶くんに乾杯。桐山くんとも乾杯。ここにいるあかりさんはいつものあかりさんとは違う。でもどっちもとても綺麗だと僕は思う。原来是有这种感情戏的吗？我都没有意料到，就是所以他并不是仅仅把他当做家人一般的存在啊。何にもない。パンもカップラーメンも牛乳も水も、あとトイレットペーパーも。しょうがない、買い物に出るか。僕の住む6月町は倉庫と会社と工場ばっかりで、食料品日用品はこの橋を渡った反対側のスーパーに行かないと手に入らない。弁当屋が近くにあればいいのにな。就可以经常的看到河流了，也挺好的。橋を渡った向こう側は三月町、あかりさんたちの住む町だ。暑い、日陰がない。溶ける。この町に越してきてしばらくの間、天哪！どこを歩いても夢の中にいるみたいだった。音がよく聞こえないし、街が白黒にチカチカしたりした。哦，真的很温暖啊。
嬉しくてお腹がいっぱいで、もう十分な気がした。なんだろう、焦げ臭い煙の匂い、花火。感觉这个桥也像这种他们心灵的桥梁一样，把他们一端和另一端也连接到了一起。这样的话，他们才不是一座座孤岛吧，所以也让自己有一种归属感。脸感觉太好抓了。あらお買い物？ふふん。カップ麺と菓子パンね。食べにおいでって言っても来ないしな。そっか。桐山くんは私とひなが作った料理よりカップ麺の方。あ、换一种计策。ひなおにぎりとか頑張ったんだけどな。違います。而且他们家里明明也不是说什么生活很富裕的，而且他们还有家人去世了。这种情况下，他们还是在去帮助这样一个外人。はいこれ待って。他不想他们误会。ああ。僕はあかりさんになんとなく逆らえない。吐いちゃいなさい。楽になるから。なーに、吐き方知らないの？仕方ないな。指噛まないでね。ちょっと失礼。はい。よしよし、上手上手。最初に一番みっともないところを全部見られてしまったから、もう取り繕えないのだ。这样的明理姐谁都会心动的呀！救命啊！真的很好听。ボースのご両親のお墓はどこなんだ？長野です。父の実家がある。そうか、遠いな。さあ、ご飯できましたよ。じゃあ食おうか。うまく上がってるな。今日はひなが焼けたのよ。そうか。油跳ねたここ。あらあら、二度揚げしたからね。そりゃいかん。難問の時計。啊。
是出车祸了。思い出せない。ずっとぼんやりしている。あの日からぼんやりしたまま、他にすることが見つからなくて。天哪！見つからなくて。帰り際、あかりさんがご飯と唐揚げを詰めて持たせてくれた。帰ったらすぐ冷蔵庫に入れてね。食べるときはチンしてね。月曜の対局が終わったらまたおいで。这也太好了，我这ちょうど送り本なの。ごちそう作るし、誰かいてくれた方が。気が紛れるからとあかりさんが言ったような気がしたけど、小さすぎてよく聞き取れなかった。帰り道、風の強い橋の上、お腹に抱えた弁当がまるで万小さ家灯な生き物火。のようにあったかかった。哦，桥的彼岸啊。看到这集最后的时候，我就越发觉得，其实零他，我觉得他并没有说多热爱将棋吧，只是感觉下棋是他生活中必要的一部分。但是下棋的他也是非常孤独的，他父母去世之后，他好像也是跟将棋一起被关在了一个这样封闭的黑暗的世界里吧，直到遇到了像三姐妹她们。但其实我觉得，就这集出现的两个对手吧，像是一种入侵的物种一样，就是我觉得他们也闯进了零的生活，其实我觉得也多少能带来一些陪伴吧。其实我觉得也不缺这些在乎零的人。我发现这番也真的很喜欢运用到一些色差的变化吧，就是像是零他是不是也会就是回到他黑白的那样子的印象和他对于这个城市的感受，但是呢又经常会被这些外界的这些人的温暖所就这样子强行拽回到这样一个温馨的五彩斑斓的充满人情味的这样子一个世界。其实他跟三姐妹经常在屋里面就是吃饭的这种场景真的就是格外的温馨，和佟然玲她自己总喜欢吃那些泡面也形成了一种很鲜明的温度差。我也很喜欢这集在小酒馆的时候，就是佟山林她手里拿着这个果汁冰块的这种晃动，也就是多少呼应了她内心的这种小悸动吧。就是现在我觉得她对明理姐应该还是有一些未知的情愫吧。明理姐曾经这样帮助了她这样一个陌生人，并且总是让如此温柔的照顾她，待她像家人一般，我觉得一定是让佟山玲感受到了一种依赖感。本身的明理姐她作为长女，她就是会习惯性的去照顾他人，所以她自带这种成熟的母性气息，我觉得肯定是让佟山玲有所悸动的。我觉得跟佟山玲她本身就是家里人去世的早也有关系，就是她可能一直处于一种就想要去被爱多被爱的这种就是渴望中吧。很显然在遇到明理姐之前应该是没有过这样子的经历的，尤其是她之前还被打，不知道被谁虐待了，然后就这样随便的抛弃，而且她本身就被家里人遗留在了这样一个孤独的世界里，结果她再度被这样子给抛弃，这肯定是对她又是双重的一种打击嘛。而且我觉得就是佟山玲她的这个心理状态也跟这个冰块一样，就可能很难被温暖，或者说是不敢轻易的融化吧。我觉得一般有这种就是心理状态，然后他们可能反而会害怕，或者说也不是害怕，就是有更多的自卑感嘛，可能会多少觉得自己不值得被这样对待，或者说是害怕这样子温暖会逝去的一天。而且冰块融化速度也是很慢的，我觉得也很贴合佟山玲的状况，就像明理姐他们经常叫她去吃饭之类的，但她也没有经常去嘛。就是对于像她这种内心本身就设防很多的，我觉得就很难真正的去完全很快的能深入到她的内心进行情感连接，她还是多少会有一些提防，或者说是需要更长的时间去能够真正的去心安理得的接受这样的温暖。尤其是考虑到就是佟山玲她本身就有再度被抛弃的这种经历，所以她可能会更加的提防这样子的温暖的到来。因为我真的觉得就是如果你有所期待有所希望，然后你发现最后是落空的这种情况，我觉得这样带来的绝望感远比你最开始就看不到希望要来得多。
我觉得现在桐山绫的状态还是属于不想被这些外界的他人影响太多，他现在还是保持着自己这种固执的冰冷的这么一个状态吧。真的很期待他什么时候可能能放下过去的一些，然后能够去重新拥抱或者说学会依赖他人吧。但是就像这集其实有一句台词吧，过去的这个伤口还没有愈合。当然我觉得这不仅仅是指妹妹被那个烫伤的时候吧，就其实我觉得对于桐山绫来说也一样，她现在还没有完全从过去的这些绝望悲痛中走出来，就这些伤口对她来说还是难以愈合的。我真的好想让她能赶紧拥有她自己新的幸福。那这一视频上结束啦，我们下期再见啦，拜拜。